チャプター5で新たに発見された資料をすべて確認できました。ここからようやく本格的な考察がスタートします。新資料の中にはこれまで謎だった要素の伏線が回収されているものも含まれていました。今回はその中でも皆さんが気になっているであろう ARG で最後まで謎のままだったプレストンとニューマン博士と一緒に逃げていた3人目について解説していきます。3人目、プレストンの書いた資料には実験に対する懺悔、そして告発とも受け取れる内容が綴られていました。要点を整理すると、プロトタイプに同乗したプレストンはその指示に従い裏で動いていたこと、そしてプロトタイプを逃がしたのは自分であるという告白。さらに非人道的な実験の首謀者としてレース、エディ、ソーヤー博士、ホワイト博士、そして自分自身の名を挙げています。明確な自白文と言える内容でした。その中で思いがけない名前が登場します。ジェシカ、マーカス、すまない。ジェシカは当然ジェシカ・ニューマン博士を指します。 ARG 動画でもプレストンと行動を共にしていました。ではマーカスとは誰なのか覚えている方はどれほどいるでしょうか。かなりのレアキャラクターですが、チャプター2で登場した従業員の一人です。彼は VHS の中でレースに対して1000本の足を持つ謎の生き物を目撃したと報告した人物です。しかし相手にされず不満を残した様子で席を外しました。この人物こそがあのマーカスであり、この資料に登場した人物である可能性が高いです。ほぼ確定と見ていいでしょう。ではなぜ科学者ではなくマーカスなのでしょうか。ここが重要です。マーカスは幹部や工場に対して疑念を抱いていた節があります。プレストンと同様、プレイタイム社の闇を追おうとしていた人物だったと考えるのが自然でしょう。そのため日記に書かれていたプレストンとジェシカ以外の3人目はマーカスである可能性が非常に高いと推測できます。彼は映像には映っていませんでした。しかしビデオカメラを回していた人物だった可能性も考えられます。記録を残そうとしていたとすれば辻褄は合います。では本当にマーカスなのか、なぜ映っていないのか、この点についてはある示唆が存在します。出演オファー。ここまでの考察から3人目はマーカスである可能性が極めて高いと結論付けました。そしてこの推論を補強する興味深い証言が存在します。マーカスを演じた YouTuber であるジャック氏が自身の YouTube で次のように語っています。この作品のために何かやってほしいと依頼があり、サイン用の書類や承認資料も送られてきた。しかし多忙のため対応できず、気づけば数ヶ月が経ってしまった。本当に申し訳ない。連絡を取って謝るべきだと思っている。この発言は制作側から正式な出演オファーがあったことを示しています。時期を踏まえるとチャプター5関連、特に ARG 動画への出演依頼だった可能性が高いと考えられます。もちろん別件の可能性もゼロではありませんが、タイミングと文脈を総合すると ARG 映像への出演だったと見るのが自然でしょう。もしそうであればモブの当初の構想ではあの動画にプレストン、ジェシカ、そしてマーカスの3人を登場させる予定だった可能性が浮かび上がります。しかしジャック氏と連絡が取れなかった、あるいは出演が実現しなかったため急遽構成が変更された。その結果映像には登場しなかったものの告発文書の中にマーカスの名前だけが残った。この流れは非常に整合性が高く、3人目イコールマーカス説を強く補強します。そして何より衝撃なのはあのマーカスがボクシーに捕食されず生存していた可能性があるという点です。物語の裏側で彼は生き延び真実を追い続けていたのかもしれません。プレストンの席。プレストンの告発文書が残されていたということは、この部屋や机は彼のものだったのでしょうか。日記の赤文字にはプレストンのネームプレートをデスクに置いたという記述があります。そのためこの部屋のどこかにネームプレートが存在するはずだと考え確認してみました。しかしそれらしいものは見当たりませんでした。さらにこの部屋自体が通常のオフィスではなく隠し部屋のような構造になっています。そのことを踏まえるとここはプレストンの正式な執務室ではなく、誰かが後からこの手紙を持ち込み保管していた可能性も考えられます。ではその人物は誰なのか。ここで一つの仮説が浮かびます。それは以前行われていたソーヤー博士の質疑応答に登場した研究員ではないかというものです。質疑応答の中でなぜサイモン・スモークが嫌いなのかという質問に対し、ソーヤー博士は研究助手の一人が施設中に散らかしていた忌まわしいファンタジー小説を思い出させるからだと語っています。この発言から当時その場にいた研究助手、あるいは研究員の存在が浮かび上がります。
プレストンの告発文書を発見し、保管していたのがその人物である可能性も否定できません。その場合、伏線回収ともなり得るでしょう。速報。以前の動画でも触れましたが、プロトタイプによってポピージェルに落とされたのは誰なのかという点について、制作側から明確な言及がありました。モブのデザイナーであるアンバー氏に対し、ファンの一人が次のように質問しています。ポピージェルに投げ込まれたのは私たちプレイヤーだという説があるが、それは開発者に確認されているのか。これに対してアンバー氏は、ジェルに投げ込まれたのはプレイヤーであり、ポピーではないと明言しました。これにより、ジェルに落とされた存在は主人公で確定したと見ていいでしょう。では、その後どうなったのか。巨大タンクをよじ登り、ギブレットが何らかの方法で主人公を回収し、電撃によって蘇生させたと考えるのが自然でしょう。もちろん、回収や蘇生の具体的な手段については明確に描写されていないため推測の域を出ません。しかし、状況証拠を踏まえると、この流れが最も整合性の高い解釈です。天才コメント。現在、チャプター5関連のホラムビ動画が多くの注目を集めています。リリースから累計400万再生を突破し、急上昇にも掲載されました。ここまで広がったのは、間違いなく視聴者の皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そして、これだけ注目が集まっている今だからこそ、どうしても紹介したいコメントがありました。過去の伏線回収に関する非常に鋭い考察です。以前、列車事故の車両デザインが変更されていた件について、私は単なるデザイン変更、あるいは制作上の差し替えだと捉えていました。しかし、ある視聴者のコメントがその前提を揺さぶります。主人公の列車が衝突した列車は、喜びの時間にキシーが暴れた列車ではないか。キシーミシーが輸送されていた車両なのではないか。この視点は非常に興味深いものです。喜びの時間以降、工場の時間軸が止まったかのような状態になっている点。そしてキシー輸送車両との構造的な整合性。これらを踏まえると、単なるデザイン変更や制作ミスと片付けるにはあまりにもできすぎています。むしろ、こうした細部に伏線を忍ばせる構造こそが、ポピープレイタイムの真骨頂と言えるでしょう。もちろん、これはあくまで一つの解釈です。しかし、状況証拠を総合すると、この考察には十分な説得力があります。そしてもう一点、最新のアイザック氏の発言によれば、物語は初期構想から大きく変化しているとのことです。この発言を踏まえると、先ほど触れたギブレットによる主人公回収の方法など、細かな整合性については、今後ゲームのご都合で説明される可能性も考えられます。つまり、物語の方向性自体が再構築されている可能性があるということです。プレイ中にどこか別ゲーのような印象を受けたのは、こうした構想変化の影響なのかもしれません。今回の考察では、プレストンとニューマン博士と共に逃げていた3人目が、マーカスである可能性が極めて高いことが見えてきました。もし当初の構想通り3人が映像に登場していたなら、また違った印象になっていたかもしれません。3人で逃走する映像も見てみたかったですね。他にも、新資料からは複数の伏線回収が確認できています。順番に整理し、動画として公開していく予定です。ぜひチャンネル登録をして、次回の考察も見てくださいね。